やってきました。大阪・関西万博。見ての通り後ろはね、脈々様との記念撮影で長蛇の列なので、朝はねあんまりおすすめしません。ちょっと、昼ぐらいになると落ち着くんじゃないのかなと思います。万博今日で2回目なんですけど、今日は未来の乗り物を中心に万博を楽しみたいなと思っています。ということで早速行きましょう。ちなみに今回は東ゲート9時入場の予約を取りました。現在は朝の7時20分。張り切って早く来すぎたなと思ったのですが、意外と人がいます。この時間は一般来場者よりは関係者の方々が多かったみたいで、8時を過ぎるとわらわらと人が増えていきました。西ゲートの入場も体験したのですが、正直西ゲート入場の方が良かったなと思います。東は殺伐としています。さあ、まずは未来の都市パビリオンから。万博会場の一番奥といえる場所にあります。東から入ったので20分くらいは歩きましたね。私は予約なしで入りました。早速来場者の足を止めるものが、超未来感。この存在感に一気に SF 映画の世界に引き込まれたような感じがします。こちらはアリスシステム。車、鉄道、船、飛行機を自動で乗り継げる未来の公共交通システムです。展示されているのはアリスレール、鉄道です。後ろから飛び出ているのがアリスキャビンというもの。このアリスキャビンに乗り込んで、アリスキャビンごとアリスレールに乗車するみたいですね。早速乗り込んでみます。こちらは8両編成で普通の座席もあるみたいですね。他には食堂車が2両、キャビン車は2両あり、7組が乗車可能です。アリスキャビンの中は4名定員で広々としています。車椅子にも対応。未来的なデザイン、色合いに宇宙船に乗っている気分。窓は大きなモニターになっていて、会議などもできるみたいです。座席奥にあるロボットアームは快適な乗車をサポートしてくれるそう。私たちは出発地に迎えに来たこのアリスキャビンに乗り込むだけ。アリスキャビンが各モビリティを自動で乗り継ぎ、目的地までたどり着くことができます。イメージはこんな感じ。一度乗り込んで目的地を設定すれば、その中にいるだけで快適に移動できるんだそうです。つまり私たち自身は乗り換え不要。バラバラだった交通手段を全部自動でつないでくれる、まさに未来の乗り物。時間も気にしなくていいし、ストレスもなくなるし、最高ですよね。各モビリティは水素エネルギーで動きます。これがアリスレールの動力源。モーターサイクル用水素エンジンを活用した発電機オキュボイド。乾電池のように電力量に応じて連結することも可能で、モビリティだけでなく自家用発電まで様々な用途に対応するそうです。複数の乗り物に乗り換えなしで乗れたら、移動の幅がぐんと広がりますよね。なんだか世界が小さく感じるほど。未来をワクワクさせてくれる展示に大興奮。ひときわ存在感を放つこちらはポルレオ。新感覚オフロードパーソナルモビリティ。人が乗れる4足歩行ロボットです。一言、かっこいいです。走行イメージを見てみると、自分も自然の一部になったような感覚に。前足と後ろ足が独立して動くスイングアーム構造を採用し、段差や傾斜のある地形でも安定した走行が可能なんだそうです。機械とは思えない滑らかな動きに、バイクと動物が融合したような不思議な魅力を感じます。名前にはラテン語でライオンの心臓という意味があるのだそう。
川崎重工は人は移動するほど幸せを感じるという移動本能をテーマとしており、コルレオは未来の移動に新たな楽しさと感情を与えてくれるパートナーになりそうですよね。こちらの燃料も水素となっており、エコな移動が実現できます。自然環境を楽しむ新たなアクティビティとしてだけではなく、瓦礫や不整地での物資運搬や人員輸送にも活躍しそうだなと思いました。そしてなんとコルレオ動きます。今この少ししか動きませんが、足が動く様子を見ることができると期待感が高まります。2050年コルレオが駆け回る姿を見られるのか、未来が待ち遠しいですね。こちらは農業をはじめさまざまな現場で使える未来の万能ロボット。多様なアイテムを駆使し、農作業や今なお多く残る手作業、さらには土木建設作業までを完全無人で行ってくれるんだそう。こちらのタイプ V は形を変えることで1台で多くの用途に使用することが可能。タイプ S は4本の足を柔軟に曲げ伸ばしすることで、傾斜地や凹凸のある地形でも機体を水平に保ちながらの移動が可能なので、荷物の運搬や高精度の管理作業ができます。人手不足や高齢化といった社会課題に解決策を示してくれる存在で、美味しい食を未来へつないでくれる、これからたくさん見ることになるロボットなのではないかなと思いました。こちらは水素を作る船、ウィンドハンター。発電や産業などさまざまな分野で導入が検討されている CO2 を排出しないクリーンエネルギーの水素。これを洋上風力を推進エネルギーにする帆の技術を活用し、就航しながら船内で水素を生産、タンクに貯蔵するそうです。そしてその水素燃料を世界中に供給していくという構想。海の上を旅する巨大な動く充電器といった感じでしょうか。実際にウィンドハンターにどれくらいの風が必要なのか体験もできました。こちらは水中施工ロボット。能登半島地震などでも活躍した、現在も河川やダム工事などに使用されている水陸両用ブルドーザーがさらに進化。 ICT 機能、自動制御を備えた電動式ロボットで遠隔操縦が可能。難しい水中工事でも誰でも簡単に操作できるんだそうです。かなり大きいサイズで水の中での力強い姿を想像できました。お次はこちら。万博では e-mover という EV バスが会場の外周をぐるっと走っています。夢洲までのアクセスにも使用されていますし、広い会場内での移動でも活躍しています。今回乗車するのは EV バスの自動走行バージョン。なんと運転士さんは乗っているだけ。車体には他の EV バスとは違って角みたいにカメラやセンサーがついています。これで外の様子などを読み取っているんですね。なんだかエヴァンゲリオン味のある車体デザインですね。今後ろにターミナルがあるんですけど、これから自動運転バスに乗ります。自動運転バスとそうじゃないやつと2種類あって、私は自動運転バスの方に乗るんですけど、その場合はこちら記念乗車券、乗車証、記念乗車証がもらえました。楽しみ。ちょっとね、まだ時間が早いので5分前になったら戻ってきてくださいとのことでした。でこれは自動運転バスを体験するためのものなのか、西ゲートの北ターミナルなんですけど、ここはまた西ゲートのちょっと奥の方のリング西ターミナルというところで1回も止まりません。
直通バスになります。になりますのでご了承ください。はい、こんにちは。1回と1日券とありますけども、どうぞ。はい、本日はエキスポ2025。全員着席での運行で定員は11名。車内はなんだかスキャンの中にいるみたい。動き始めました。まだ自動走行バスに乗っているという自覚はあまりありません。自動運転といえば緊急ブレーキアシスト走行といった機能の導入が始まっているけれど、このバスはいろんな走行技術を結集した最先端のモビリティなんです。乗っているだけじゃ気づかないけど、今走ってる地面の下には給電システムがあります。この道路をいろんなバスが走っているけれど、それらは全て電気の力で動く EV バスなんです。その中でも走行中給電システムを備えているバスが上を通ると充電できるんです。運転席に注文。運転手さんがハンドルを握っていません。運転手が操作しなくてもハンドルが自動で勝手にハンドルが動く様子を見て、うわ、自動で走ってるんだと実感し、テンションが上がります。衛星を受信してバスの位置を特定しているそうですが、事前に走行ルートの3次元地図をインプットし、走行中にライダーというセンサーで把握した情報を重ね合わせることで、トンネル内や高層ビルの間など衛星を受信できない環境でも自己位置を特定できるそうです。乗り心地は普通のバスと変わりません。曲がる時も滑らかに曲がっていきます。なんと大屋根リングの中まで走行しちゃいます。特別感があってとっても楽しいです。大屋根リング内の走行ルートではターゲットラインペイントというライダーが認識できる特殊塗料が塗装されていて、追従で自動走行しています。人がたくさんいる様子がモニターからも分かりますね。この他にも走行の道しるべとなる実機マーカーや走行ルートの様子を把握して教えてくれるスマートポール、信号機が見えない場合の補助を行う信号情報など、さまざまなサポートを受け走行しています。歩行者がいたらスッと減速、信号も見逃さずピタッと停止。もしこのバスが街中を走るようになったら、運転手不足や交通事故の減少などにも役立ちますよね。誰もが安心して移動できるようになる未来の安全を運ぶバスがたくさん走る日が楽しみです。お昼ご飯はくら寿司に来ました。万博限定で世界中のご飯を食べられるのですが、事前予約か朝一で整理券取得に並ばないといけないので、パビリオン優先の方はあまりおすすめしません。でも未来の都市パビリオンの横にあるので、計画していけばスムーズに楽しめそうです。さあ、ガンダムパビリオンにやってきました。こちらは完全予約制ですが、当日予約をゲットできました。ここでは新たな宇宙世紀という設定の中で、大阪夢洲のスペースポートから軌道エレベーターで宇宙ステーションスタージャブローまで移動する体験ができます。地球上空3万6000キロの静止軌道に浮かぶ巨大な宇宙ステーションスタージャブローに、このペイロードを上げ下げするのが軌道エレベーターの移動なんです。
エレベーター内部は映像と音響、振動が連動して本当に宇宙へ登っていくような感覚。大阪上空 1000m です。宇宙ステーションスタージャブローは宇宙にある基地を体で感じられる空間。いろんな想像が詰まった世界に圧倒されます。途中モビルスーツたちが窓の外に現れる演出もあり、ガンダムの世界に入り込んだみたい。ガンダムを見たことがない私でも一人で大興奮だったので、ガンダムファンにはたまらないパビリオンだと思います。空を見上げた時、そこにはいつでも星がある。その輝きは君たちを導く希望の道しるべとなる。どうかそれを忘れないでくれ。最後に空飛ぶ車ステーション。大きなヘリコプターのようなこちらは航空機。車じゃないんかいって思いましたが、実は車というのは車のように日常的に使用してほしいという思いから付けられたニックネームだそう。こちらはエンジンで動くヘリコプターとは異なり電動。 CO2 の排出量がゼロで騒音もとても小さいんだそうです。だからエコで未来の日常的な車のような利用が想定されるんですね。空飛ぶ車に乗り込んで記念撮影。今度は実際に飛べるといいな。なんだか空を泳ぐ海の生き物に見えてきて可愛い。丸みを帯びたフォルムが人に優しいデザインを意識しているのかなと感じます。空飛ぶ車に乗車した後は自分がデザインした空飛ぶ車がシアターで飛ぶんです。私の空飛ぶ車はシャイでなかなか近くに来てくれませんでした。シアターで空飛ぶ車が利用される未来の様子を覗き見。それを見てこれを車のように利用できるようになったらかなりの移動の利便性が上がるなと思いました。でも実際に全員が使えるかと言われるとそれなりに広いスペースは必要になりますし、まだまだ未来が作られる過程だなとは感じますが、これからを想像させられてとっても面白かったです。私が行った日の少し前にプロペラが故障してしまい、実際に飛んでいる姿を見ることは叶いませんでしたが、十分楽しめました。他にもアメリカパビリオンではロケットに乗って宇宙へ行くことができたり、もちろん月の石も見れます。ドイツの水素列車についても知ることができました。おまけなのですが、西ゲートにある JR 西日本オフィシャルショップは駅名表になった商品棚やホームになっているレジなどユニークなショップになっているので、ぜひ行ってみてください。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。